これ乗ってくれみたいなリクエストをですね、コメントでいただけると、まさチャンネルのそれがパワーになっております。可愛い女の子のですね、動画も楽しいです。それはそれで見てください。僕も見ています。がしかし、おじさんも頑張っております。ぜひ、チャンネル登録にご協力をお願いいたします。はい、お待たせいたしました。いやー、やっとね、乗れますね。このバイクもね、めちゃめちゃね、オファーを受けてたんですけど、特にね、結構仲のいいね、個人的にもお会いする方にですね、ぜひ乗ってほしいって言われてたんですけど、2022年だっけな、マイナーチェンジしてますよね。で、そのね、マイナーチェンジ後が乗りたかったんですけども、ないのよ。全然ないの。やっと見つけたところが家から100キロぐらいあるんで、ちょっとレンタルするのにね、ちょっと、手が伸びなかったんですけども、でももう今日11月の真ん中なんですけども、寒いんで、もう最後かなっていう感じなんで、自分のバイクだったら寒くても乗れるんですけど、レンタルは最後かなっていうことです。で、初見なんですけど、まあ何回か見たことあるんだけど、実際見ると、昔の刀っぽくないじゃんって思ってたけど、実際こうやって見るとね、やっぱ刀だよね、これね。実際刀だわ。まあ、そしてね、これかっこいい。なんていうのね、スプラッシュガード、フェンダーっていうのもうね、これはかっこいいです。そして元がね、GSX-R ですからね、150馬力ですよ。やばいエンジンです。それと、シート高が意外と高いんだよね。あまりね、変な情報を入れると自分で構えてしまうんであんま見ないんですけど、シート高825ミリです。意外と高いよ、825ミリって。で、重量が215キロ。結構重いね。ではね、エンジンをかけたいと思います。あ、これ刀で出るんだ。やべ、乗ってさすがに 1000cc。すげえ。これ距離はまだ2000キロしかしてないんだね。はい、トリップをリセットしました。で、モード切り替え、トラクションコントロール。いや、ウインカーの動きしびいな、こいつ。さすがにスポーツバイクなので、レスポンスがいいでしょう、きっと。やべえ。やべえ。そしてまさしくファーストタッチ。825ミリ意外と高いシート高。ポジションとかもどうなのかなあ。ちなみにマサチャンネル身長164センチです。せーの、よいしょ。あ、なるほど。まだ起こしてないよ。まだ起こしてないからね。こういうことか。これはね、詳しくは足つき取り回しポジションチェックでお伝えしますけども、これね、思ったより高いよ。思ったより高い。重さは感じないけど、思ったより高いよ。うわ、クラッチ激重じゃん。うわ、クラッチが重いか。ただクイックシフターはついてるよね。わかんないけど、ついてると思うんだけどな。そこも入れてない情報を、その情報ぐらい入れとけよ。よし、大人になった僕はウインカーじゃねえや、ミラーを直しましたよ。さあ行きましょう。まさちゃんの動画。結構クラッチのつながりが唐突です。いやいやいや、乗りやすいよ。乗りやすいけど、これちょっとね、意外だよ。目線がアドベンチャーバイクです。この高さ。足つきはね、今ね、パンと曲がってパンと止まったけど、そんなに不安はないけど、明確につかないよ、これは足が。まあ、これだけの軽さなんで、そんなに
いやー、やばいな、これはって感じはしないけど、ネイキッド、今まで乗ってきたのがね、Z 規約 RS とか、ああいうイメージで思ったら、これはもう大間違いの足つきですね。これはね、やっぱりシート高あんま見なくてよかったわ。乗りやすい。あっけなく乗れるな。っていうかさ、クイックシフターついてねえじゃん。そんでね、これはね、なかなかのステップ位置と、なかなかの前傾ですね。これね、私、CB650R っていうのを乗っていたんですけども、非常にポジション近いです。バックステップで割と前傾がきついスタイルですね。これね、ステップ位置がもうちょっと前だったらきつくないのよ。これがね、Z650 とか、この前乗ったね、ZX25R とか、あの辺はね、前傾きつくてもね、ステップ位置がもうちょっと前なんだな。これはね、ステップ位置も後ろだし、前傾もかなりあるので、これはね、結構疲れそうだよ。しかも、この激重クラッチで、クイックシフターがないっていうのはちょっと俺はビビってるよ。だって、マサチャンネル乗ってるバイクはクロスカブと、それと VFR800X なんですけど、クイックシフター、上げ側だけだけどついてるんで、あんまりクラッチ使わないのよ。いや、クラッチこれ久々に重いわ。ただ、私が乗ってる VFR800X の方が重いです。どんだけ重いんだよ、俺のバイク。音がね、非常にのぶといのと、それと低速で、こう、ボンと行ったりとかしないから、すごいね、あっけなく乗れます。乗れるけど、このアイポイントの高さにビビるね。シートはね、結構固めでね、で、細いんですよ。だけど、座り心地はそんなに悪く感じないのと、こんだけバックステップで前傾だから、お尻にかかる負担っていうのは割と少ないんですね。実は直立でステップ位置が、下のバイク、アドベンチャーバイクとかの方がドカッと座ることになるので、割とですね、シートにかかる荷重が大きいんですけど、こういうバイクは割と前傾で、シートにかかる荷重が少なくなるので、ただやっぱ硬いな。やっぱそう考えると、やっぱりスポーツバイクなんだな、これは。でもなんか、扱いはね、全然なんかすごい唐突にパワーがドカンで出るとか、そういう感じは一切しないので、扱いはいい気がしますね。で、レッドゾーンがね、11,500から、街中で使ってる、今これ結構ね、一速で40キロだけど、3000回転台しか回ってないから、どういうエンジンなんだこれ、やべえエンジンなんだこれ、またこれ。エンジン音が非常に好感持てますね、のぶとくてね。さあ、足つき。今みたいにね、まっすぐ止まるところはそんなに、ニュートラル、非常に入りやすいね。なんか鈴木のシフト、俺はあんまりこう好きじゃないんだけど、ごめんなさい。なんかもうちょっと節度感欲しいんだな。けどね、刀、この個体かもしれないけど、もうね、3000キロ近く走ってる車体ですけど、割とですね、カチカチっとしっかりした節度感があるのと、こうね、ニュートラルに非常に入りやすいです。クッと上持ち上げれば、入る。クッと持ち上げれば入りますね。これはすごく好感持てますね。両足もね、両足ついても、割とつま先ちょんちょんよりももうちょっと奥がつきますね。俗に言うこう母子球ってとこがつくから、そんなに怖くないんじゃないかな。やっぱこれはね、シートが割とこう絞られてて細いところで助かってると思いますね。これシートがアドベンチャーバイクみたいにドーンって太いやつだとかなり厳しい。だからこの前乗ったトレーサー 9GT と同じぐらいのシート高なんだけど、そっちの方が
やっぱ足つきが悪く感じるよね。ポジション的にはね、非常に懐かしい感じ。ほんと CB650R に非常に近いと思います。で、ニーグリップ、ちょっと前傾だからね、バックステップだし、ニーグリップとかすごく重要になってくるんですけど、ニーグリップも非常にしやすいです。鏡に映ってる、鏡というかね、ウィンドウに映ってる自分の前傾具合を見ても、そうね、10度ぐらいは前傾してると思いますね。止まった時に、そんなにね、重さを感じないんだよな。これどういう低重心だからかな。それで助かってますね。かなり助かってると思います。これで重さを、トレーサーは感じたんだな、重さを。これ割と感じないから、発信しやすい。発信はね、非常にしやすいですね。今ね、この本当に乗ってすぐの自分が感じたことっていうのはすごく大事なんですけど、今感じているところっていうのが、ポジションが非常に前傾であると。で、バックステップであると。なので、踏ん張るところが非常に少ない。なので、ニーグリップで頑張るか、腕である程度支えていかなければいけないっていうところを感じている、ネガな部分としてですよ。それからシートが細くて割と硬めですっていうのをちょっと感じている。それからクラッチが激重っていうのを感じている。こんなもんかな。これがね、マサチャンネルの体をですね、今日結構走るんだわ。とにかくレンタル元まで100キロぐらいあったからね、結構走ります。で、いつもの奥多摩周遊ドローンまで行くんですけど、結構走るから、マサチャンネルの体をどういうふうにね、蝕んでいくかというところをですね、走行後に画面を切り替えて報告したいと思います。それでは、走行後にワープまさちゃんの動画はい、画面が切り替わりました。走行後でございます。というかね、まだ走行してますけども、今日はね、ごめん、今、首都高を走ってます。でね、もうちょっと後でつなごうかと思ったんですけど、あと残りが20キロぐらいあります。で、現在走行距離が266キロ。なので、286キロぐらい走ることになると思います。そして、ただいまの時刻が、約18時なので、10時半からレンタルだから、11時半、12時半、1時半、2時半、3時半、4時半、5時半。そうね。7時間。レンタル時間が8時間なんですけど、結構ギリギリなんで、多分8時間もうほとんど乗ってることになると思います。いや、走ったね。走った。でね、率直に言って、まず、マサチャンネルの体、どこが一番きついかというところなんですけど、これね、私の動画を結構見てくれてる方だったら分かると思うんですが、CB650R というバイクを私は乗っておりました。非常にポジションが似ています。で、やっぱり、前傾気味で、かつ、バックステップが結構後ろ気味にあるバイクです。で、この場合ね、痛くなるのはやっぱり肩ですね。肩、首はね、ちょっと痛くなると思います。やっぱり、ずっとね、ニーグリップで体を持ち上げてるっていうことはなかなか叶わないので、そういうことは。なので、やっぱりドカッとこう、力を抜いた時には、肩にぐーっとこうね、体重が乗ってくると思うんですね。それから手首ですね。その辺もちょっと負担がかかってるかなという感じ。率直に一番きついのはやっぱ肩の前面ですね。前側。ここにはかなり負担がかかっていると思います。そしてですね、注目のお尻。シート幅が割と細くて、かつそんなに柔らかくないシート。
前傾が結構あるので、割と体重が分散するんですよ。なので、ちょっとお尻は痛くならないんじゃないかなと思ってたんですけれども、結果、8時間近く乗って、どうだったかというと、これはね、微妙です。ただね、耐えれてるし、そうね、やっぱり前傾が結構あってバックステップなんで、痛くなる場所がちょっと違うんですよね。痛くなる場所がね、もうちょっとお尻の尾てい骨よりもですね、もうちょっとこう前側、ハムストリングに近い方がちょっと痛くなるんですよ。やっぱりそこがちょっと痛いかなという、痛いっていうか、痺れてるっていうかね、そういう感じがしますが、意外とね、この固めのシート、意外と大丈夫だったね。もっとこれ、早い段階でダメになるかなと思ったけど、意外と粘れてる感じがします。そしてクソ重たいクラッチはどうかというとですね、これはやっぱコツでしょうね。これバカ正直にずっとこうクラッチ握ってシフトアップとかシフトダウンとかしてたら多分もう耐えられないと思います。この時間乗ってたら。しかも寒くて手もちょっとかじかんでるから、ちょっと厳しいでしょうね、きっとね。割と僕の場合はちょっとなんていうのかな、ちょっとコツをつかんでるというか、ちょっとクラッチ握んないでシフトをアップダウンしたりとか、そういうこともできてしまうので、もう絶対辛くなると思ったから、割とそういうことをやってですね、なんとなく大丈夫ですけど、バカ正直に握ってたら、これは大変なことになると思います。それからね、ライニングのところをちょっと見ていただくと分かるんですけど、これね、私が XADV からですね、国産 650cc ネイキッドに乗り換えた時に、最初に乗りたかったのは XSR700 なんですよ。で、それを乗った時にですね、衝撃を受けたんですね。こんなに乗りづらいバイクがあんのかなみたいな。別に乗りづらかったわけじゃないんだけど、要するに僕のテクニックが未熟でというかね、コーナーリングでフロントがすごく逃げる感じがしたんですよね。で、開けられない。これね、多分ね、バンク角の問題かもしれないね。もっとこうバンクさせられたらならばそういう感じじゃないのかもしれなかったんですけれど、それとね同じような感覚がね刀さんにあるんだよね。そこまでっていう感じじゃないんだけど、なんかちょっとしっくりこないな、曲がりづらいな、なんかもうちょっとこう気持ちよく曲がりたいなみたいな。でこれがねやっぱりフロントがちょっと遠くにあって、なんか前に滑ってるようなイメージですよ。いや滑ってないんですよ。滑ってなくてちゃんと荷重もかかるんですけど、なんかもっとこうアクセルを開けた時にぐーっとこう頭がインに向くような気持ちよさみたいなのがあまり僕のテクニックでは引き出せなかったです、残念ながら。だがしかしブレーキやその他車体関係はめちゃめちゃ扱いやすい操作性だと思いますし、ブレーキもね非常に扱いやすいです。バカ効きしないし、すごく効くし、リアもちゃんと効きますしね。街中レベルでね問題かなと思うのはやっぱりちょっとサスペンションがこれはかなり固めです。なので段差等はしっかりいただきますね。ごちそうさまっていう感じですね。非常にいただきます。でもそういうバイクだよね。そのくらい足回りしっかりしてないとやっぱ耐えられないでしょうね、これだけのパワーはね。そしてね、びっくりした、タンクが小せえ。タンクが小せえんじゃん。12リッターですよ。ハーレーよりちっちゃいと思ってなかったよ、俺は。このでかいのは何だと思ってたけど、これカバーだね、これね。ちょっとね、でも 1000cc の110馬力のバイクって言えばこのくらいでしょうっていうぐらいの燃費なんですけど、でもやっぱそうだったらね、もうちょっとやっぱりタンク大きい方がいいでしょうね、これね。でもそのくらいでネガな部分は感じないな。すごい発進もしやすいしね。街中走っててもすごく安定感が高いです。
足つきはね、これはやっぱり怖いと思う人はいるかもしれないですね。やっぱり825ミリっていうのは高いですし、ただシートが非常に細くて、足つきはね、そんなに僕は気にならないですね。もちろんかかとまではつかないですよ。つま先からもうちょっとついてます。つま先のね、母子球って言われるところまではついてるんで、そんなに僕は怖い感じはしなかったですけど、怖いって思う方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので、足つき取り回しポジションチェックみたいなところもね、見ていただけると分かると思います。取り回しもそんなきつくなかったですね。なので今回これだけの距離乗って一番やっぱり僕がここかって思ったのがやっぱり、コーナーリングの峠でのコーナーリング性能ですね。フロントがちょっと逃げる感じみたいなのがうまく操作できる方であればいいんじゃないかなと思うのと、今ね空冷ファン回ってるんですけど、空冷ファンね、一昔前のターボが効いたような音がしますターボが効いてるのか、それか飛行機が離陸するのかみたいなね、シュイーっていう音がしますね。あれはびっくりしたなこれ。今冬なんでねそんな感じないですけど、もしかしたらね夏は非常に、すねのあたりとかに盛大に当たってくる可能性がありますね、熱風がね。でもそのくらいのメガな部分ぐらいかなという感じがします。これ逆にさ、鈴木さんがさ、これセパハンとかで少しこのスクリーンをちょっと高くしてセパハンとかで出してきたの方がなんかよりいいんじゃねえかなと思ったりとかもするしね。わざわざそのちょっとアップハンドルで乗るにはちょっと前傾きついし、バックステップだし、ここまでバックステップなんだったらもうなんかちょっとこうセパハンにして、フォークイレブンみたいなイメージね、ああいう感じでコーナーリングマシンに仕立てちゃえばいいのにね。なんかちょっとこうなんかツアラーなのか、これがストリートファイターっていうやつなんですけど、もうちょっとなんかこう攻めなのかツーリングなのかみたいな、もうちょっとなんか分かりやすい方がいいかなと思うんですけどね。その辺なのかな。なんか V スト乗った時も V スト SX ね、あれなんかもうちょっとさ21インチ18インチとかでオフに振っちゃえばいいのにって思ったけどね、俺はね。スポークオフとかにしてね、もうちょっと一歩なんかこうドーンと踏み出た何かがあると鈴木さんいいんじゃないですか。というわけでですね、これにてですね刀のインプレは終わりになるんですけれども、概要欄から足つき取り回しポジションチェック、それからワインディング、高速道路、そしてこのですねファーストタッチ総評燃費報告というね4つの動画を見ていただけると刀に関してはほぼほぼわかるんではないかなというふうに思います。そしてこっからが大事なんだわ。マサチャンネルはですねこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられてチャンネル登録にご協力をお願いいたします。可愛い女の子の動画も楽しいです。しかしおじさんも頑張っております。ぜひ愛の手を差し伸べてください。レンタル借りると2万します。全部自腹で頑張っておるんですけれども、ほんの少しのですね Google からの広告収入がですね非常にありがたくレンタル費用の足しになっております。皆様のご協力をですね心からお願い申し上げます。それではマサチャンネルこれにてバイなら。まさちゃんの動画はい、というわけでね給油をしていきたいと思います。タンク容量12リットルだね。ちっちゃいわ。そりゃ持つわけねえわ。何キロしたんだっけな。今の走行距離が 199.9 キロ、200キロだね。もうねリザーブ結構点滅してたんでギリギリだと思うんですよね。ここはオーソドックスなタイプのやつですね。で廃屋になってます。はい、廃屋です。スマートフォン等をご利用のはい、それではですね廃屋給油していきたいと思います。結局ねレンタルのとこに行ったらもう一回出なきゃいけないんでね。はい、ペロリンチョッ。はい、これで1回燃費計算しましょう。これがね今日の燃費でいいと思うんで、走行距離が200キロですね。2000として200キロ割る
給料が 10.34。10.34 ってさ、12リッターで考えたらギリギリだよね、本当に。19.34 ですね、燃費は。まあ、1000cc の4気筒のハイパワーにしては、まあ、普通こんなもんなんじゃないでしょうかね。